はい、皆さんこんにちは。機械系男子の健一です。今回はですね、宮本照さんの青が散るを読み切ったので、こちらを紹介していこうと思います。はい、この本はですね、一言で言ってしまえば、青春のバイブルですね。青春時代があった人、大学生とか高校生とかですね、最後の青春の時を、思い返す、大人から見ると思い返す一冊、もしくは、大学生とかね、高校生にとっては、その高校時代、大学時代を後悔しない最後の青春にするためのバイブルかなっていうふうに思います。それぐらいね、本当にね、その青春っていうものをね、考えさせられる。今回ですね、この、青が散るを紹介するにあたって、ネタバレはね、もう全然ありでいこうかなって思います。ちょっとね、ネタバレなしにしたい気持ちもね、すごいあったんですよ。かなり格言みたいなものが散りばめられてて、なるべくそこをね、隠していきたいなと思ったんですけど、そうするとね、やっぱ青春っていうものについて語れないし、この本の良さも語れないかなと思ったんで、今回はね、もう全然ネタバレありでいきたいと思います。で、話としてはですね、ある、新設の大学に、その1期生として入学した、主人公、椎名良平っていう方ですけども、その主人公が、4年間を、テニスに捧げる、話で、そういう青春を送る話で、でもですね、同時に恋愛の方も、しっかり青春をしててですね、一人の女性にですね、4年間ずっと、思い焦がれる、片思いをするわけですね。指一本触れずというか、ちょっとね、推しが弱い一面とかもあるんですけども、でもそういう青春、4年間のね、青春を味わってる、話になりますね。で、これがですね、なんで青春のバイブルになるか。バイブルってのは必読書っていう意味でですね、全員に、ぜひね、必修科目みたいな感じで全員に読んでほしいっていうぐらいの本ですけども、なんでね、そこまでなるかっていうと、やはりね、青春っていうものをすごい考えることができる。それでですね、青春っていうものにちょっと話を広げていくと、青春ってよくね、いろいろ言われると思います。一人の女性に恋をして、ずっとその女性を追いかける。これも青春って言われますね。あとはですね、友達となんかバカ騒ぎしたりとかして、夜中に遊びに行ったりとかね、そういうのも青春っていろいろと言われて、青春って何っていう風な青春っていうものが曖昧な感じがするんですよね。それについてちょっと今回、僕が、この本を読んで考えた、青春ってこういうものじゃないかっていうものに沿って考えると、この本の良さっていうのがすごい分かってくるかなっていう感じで。じゃあその青春っていうものなんですけども、これの定義をですね、少し考えてみると、ちょっとですね、スケールの大きい話に持ってって拡大解釈みたいなものをしていくと、青春っていうのはですね、言ってしまえば自分の命をかけられるもの、それを追いかける瞬間っていうのが、青春かなっていう。ちょっとね、かなりスケールが大きいんですね。実際にじゃあ、青春を味わった人に対して、例えばテニスに打ち込んだ人に対して、テニスに命をかけられますかとか聞いても、多分ね、うーんって首をかしげると思います。そこまでじゃないっていう風に。でもそれが普通ですね。ちょっと今ね、大きい話をしちゃってるんで、実際にはそんなものじゃないんですけども、でもじゃあ命をかけるまでにいかないまでも、やはり、自分が今追いかけてる、青春を味わってる瞬間っていうのは、自分の命と同等ぐらいね、かなり優先順位が上がってるものを追いかけてるのかなって思うんですよ。一人の女性に思いを寄せて、追いかけてる時も、テニスにね、一生懸命励んでる時も、やはり何にも増して優先順位が高くなってる瞬間、それを追いかけてる瞬間が、青春かなっていう。で、なんでですね、拡大解釈をして、命をかけるっていう大きいことを言ったかっていうと、この本書の中でですね、結構その人生っていうものについて、主人公がたびたび考える時があるんですね。それはですね、本書の登場人物の一人である年老いた、お菓子職人、洋菓子職人の人がですね、最後主人公と、あと主人公が4年間ずっと思いを寄せた夏子っていう人に対して、残していった言葉があるんですけど、それがですね、人間は自分の命が一番大切だっていう言葉を残していくんですね。あとはですね、同じように大人の人が残していく言葉としては、人生は大きいとかっていう風な言葉を残していくんですね。人生の恐ろしさっていうか大変さってのを年配の人が残していくわけですね。でも、そういう言葉を受け取ってなお、良平はですよ。良平は、結局ね、じゃあそういう言葉を聞いて、将来が不安だからとかね、いろいろ考えて、将来のために今から行動をするっていう風なことをせずに、結局ね、良平はずっと4年間、テニスに打ち込んできたし、4年間ずっと夏子にね、思いを寄せてきたわけですね。つまり、これが、僕が思う若者の特権っていうか若者らしさっていうのかな、青春を謳歌している人の特権だと思うのがですね、これもね、本書の言葉を借りちゃいますけども、若者は自由でなければならない。だけども、もう一つ、潔癖でなくてはいけないっていう言葉を残すんですね。つまり若者にとってはいくらね年配の人が、将来大変だからとか人生が大変だからとかっていう言葉を残してもやっぱりそれに見向きもせずっていうかあまり響かずね今自分が大切なものに打ち込むっていう
これがね、青春の特権だと思うんですよ。でも同時に潔癖でなきゃいけないっていうのは、言葉を置き換えると、王道でやらなきゃいけないというか、変な姑息な手を使ってですね、例えばテニスの試合に勝つとか、そういうんじゃなくて、やはり自分が努力してきたものを全部ぶつけて当たっていかなきゃいけない。それがやっぱ青春らしさっていうか、若者らしさっていうものだと思うんですよ。自分がその4年間で積み上げてきたテニスっていうものを、それをぶつけるっていう、それを正面からぶつける。それがやはり青春であり若者であるみたいな、そういうものを表しているっていうふうに、受け取れるかなって思うんですね。なのでですね、大学生っていう主人公もたびたびですね、思うわけですね。テニスなんか4年間ね、ずーっと打ち込んで何になるっていうふうに、考える瞬間もあるんですけども、結局やっぱり、今自分がね、本当に、熱を捧げられるものってのが、やっぱテニスだったから、それに熱をね、注ぐわけですね。なのでですね、もし今大学生の人とか高校生の人が見てるとするならば、やっぱり、将来のことをね、多分大人たちはいろいろ言うと思うんですよ。もちろん学生である以上ね、本業である学問にはですね、取り組まないといけないんですけども、じゃあそれとプラスアルファで、放課後の時間を使って、将来に備える必要があるかっていうと、やっぱそれはね、必要ないと思いますね。やっぱり若者らしくですね、今自分が好きなものに、熱中できるものにですね、一生懸命取り組んでほしいと。そんなですね、青春を謳歌した人がですね、何を味わうかっていうことなんですけども、今回、本書の内容をもってですね、テニスっていうものに4年間ぶつけてきた主人公が、インカレっていうですね、テニスの全国大会みたいなものがあるんですけど、それに出場する権利を得るわけですね。頑張ってきて。もともとね、すごい強い選手じゃなかったんですけども、頑張って4年間の成果で、なんとか4年生にして、出場する権利を得るわけですね。でもその1回戦の相手が優勝候補みたいに強くてですね、言ってしまえば負けてしまうわけですね。じゃあそういった若者が何を得るかっていう、何を知るかってことなんですね。自分の4年間をずっと捧げてきたこの青春をぶつけても、結局は命を懸けるほど練習してきたものをぶつけても自分には越えられない壁があったと。自分の限界を、己の限界を知るわけですね。己の器を知るっていうことなんです。自分が命を懸けて取り組んできたもの、それを追いかけてきた青春をぶつけてもなお越えられない壁というか自分の限界を知ると。で、大きい挫折を味わうわけですね。で、これがね、僕が思うですね、青春の宝物って思えるものですね。贈り物みたいなもので、自分が全力でぶつけてきたものをもってして、大きい挫折を味わいながらも、自分の器を知るわけですね。これがね、もう今後の人生、大人になっていく人生ですごい大切なものかなって思うの。自分のね、限界を知ってる人ってのはね、めちゃめちゃ強いですね。それはですね、自分の限界を知ってるから、自分の限界の一歩手前までは、別に何も恐れることなく、頑張れちゃうわけですね。でも自分の限界を知らないと、自分の限界を自分で決めるってよく言われますけども、ここら辺がもう限界かなっていう、ちょっと無理かなっていう風なのを線引きを自分でしちゃうんですね。でもまだまだいけるはずなのにっていうところで線引きをしちゃう。これがね、今後の人生でいろんな場面でもですね、かなり生きてくるものかなって思うので、己の器を知れるってのは、青春のすごい、めちゃめちゃいい贈り物っていうか宝物だなっていう風に思いますね。なので、さっきも言ったんですけども、青春を謳歌できる時であるならば、自分の全力をぶつけてね、大きい挫折も味わいますけども、自分の限界を知ってほしいと。それがね、すごい大きい、自分の高いになりますから、ぜひですね、青春を謳歌してほしいなって思います。あとですね、もう一点、これもね、ネタバレになっちゃいますけども、本書の最後の方で、めっちゃいい言葉があったのが、主人公はですね、最後4年生になって、最後のインカレの試合が終わった後にですね、他の同級生とかを見て、思うわけですね。それぞれの同級生が、それぞれ何か失ってきたなっていう風に、これ4年間で失ってきたなっていうことに、気づくわけですね。その4年間何かを失った人たちは何か、ちょっと生まれ変わってる。一方で自分を振り返ってみて、自分はこの4年間ね、何も失わなかったんではないかっていう風に思うわけですね。そこではっと気づいて、何も失わなかったってことは、実は数多くのかけがえのないものを失ったと同じ意味ではないかっていうふうに気づくんです。要はですね、機械損失みたいなもんで、何かを得るチャンスがあったけども、それを手にできなかったから、それによって得られるものも得られなかったっていう、ことにつながるわけで、自分が何かを捨てられなかったから、何かを得る機会も逃して、それによって得られるリターンというか、得られるものも得られなかったっていう、やはりそれは失ったと同義だというふうに気づくわけですけども、僕がですね、もし主人公に何か言えるんだったら言いたいなっていうのが、主人公はですね、結局何かを捨てられなくて何かを得られなかったっていうふうに思ってるけども、主人公はですね、結局4年間ずっとね、テニスっていうものだけは捨てなかったと。何があっても。なので、人生は何があるか分かんないですけども、もしね、テニスを捨てて他のものに打ち込んでたら、もっと大きいものを得ることができたかっていうと、それもね、首をかしげる話で、テニスっていうものをずっと捨てないで持ってたっていうこの主人公。
主人公は何も失わなかった。つまりそれは数多くのものを失ったと同じだっていうふうに思ってるけども、だけどもね、やっぱ主人公はテニスからね、すごい大きいものをね、もらったというふうに思うわけですね。だから、決してね、卑下することなく、何も捨てられなくて何も得られなかったっていうふうに思うんじゃなくて、自分はテニスだけは捨てなかったと。自分の4年間のテニスから、大きいものを得たっていうふうに、感じてほしいなって思うのであって、よくある名言として、何かを得ることのできる人間は、何かを失うことのできる人間だっていうふうに言われてますけども、でも、反対に絶対に手から離さなかった。何かがあったとしても、絶対それを手放さなかった人ってのも、かなりね、強い人かなっていうふうに思うので、それは、それぞれのね、大切にすることによって違うかなって思うので、ポン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 捨てて、次から次へと得てった人がいいのか、それともやっぱり一つのものをずっと手に持って、他のものに目もくれなかったっていうのがいいのか、それはね、人それぞれの価値観かなっていうふうに思うので、で、本書の中でもですね、確かにその何かを得られる瞬間は主人公にも降ってきてたんですね。でも、僕の目から見ると、主人公は、それがね、自分の今手に持ってるものが捨てらんないから、持てなかったっていうものじゃなくて、僕が見る国にはですね、主人公は、それよりも大事なものを今自分が持ってるっていう感じで、手に取らない、何かを得られるチャンスがあっても、それを取らないっていう選択をしているように僕はね、見えたんですね。だからね、別に主人公はね、卑下する必要全くないかなっていうふうに僕の目には映ったわけですね。あとはですね、それにつなげてなんですけども、ネタバレありで話しますけど、主人公の良平は、夏子に4年間思いを寄せるわけですね。で、4年目の最後にして、夏子からですね、遠回しにですね、逆の告白みたいな、私みたいな女は嫌みたいな感じに、最後に聞かれる瞬間があるんですよ。で、言うなればもうその良平の答え一つによって、夏子とお付き合いできるかどうかっていうのはそこで決まるわけですね。で、そこでですね、良平はどういう行動をとったかっていうと、夏子にそういうことを聞かれて、夏子と目が合って、しばらく経つわけですね。しばらく経った後に、良平は、夏子から、自分からですね、目をそらすわけですね。それは良平の意思表示で、その本書の文章の中では、どうしてもその夏子の扉を開くことができなかった。自分から手を、ドアノブにかけてね、その扉を開くことができなかったっていう風に書かれてるんだけども、僕の目に映った感じでは、良平はね、自分から断ったように見えるんですね。それはね、さっきの話にも戻るんだけども、己の器を知ったわけですね。夏子っていう女性を、幸せにできる男性のことを考えたんですね。そういう男性の器に自分の器が合ってるかどうかっていうのを考えて、それを考えて、自分の器ではですね、夏子を幸せにすることができないっていうふうに、自分で思ったんじゃないかなって。全然書かれてないけど、これは。だけども僕にはそう見えて、やはり、夏子を幸せにする男性は自分ではないっていう意味で、脳の意思表示をしたんじゃないかなっていうふうに、僕にはね、見えたんですね。ただね、ここはね、見方によって結構変わってくるのが、実はね、良平が断ったのにね、もう一つね、要素があって、その数日前にですね、優子っていう、また別の女性があってですね、その優子との一見があって、良平はその後ろめたさもあって、多分イエスと言えなかったっていう風な捉え方もできて、確かにね、僕も思うのが、優子との一見がなかったら、多分その最後の夏子に対しては、イエスっていう風に答えたような気もするんだけども、ここはもう見方次第ですね。優子との一見があったから、その後ろめたさから、やっぱり自分からその扉を開くことができなかったって捉えるか、もしくは自分から扉を開かないことを選んだかっていう風に捉えるかは、人それぞれかなって思うんですけど、でも僕がね、見えたのは、別の物語を持ち出すと、三四郎の、主人公、三四郎ですね、三四郎も同じように、思いを寄せてる人がいて、その女性に対してアプローチをかけることができないまんま、その女性が結婚してっちゃうっていう話なんだけども、その三四郎と比べた時に、良平の方がね、やっぱり僕にとっては、やっぱり自分から脳の意思表示をしたように見えるんですね。三四郎は手が出せなくて、ぐずぐずしてたら、結婚してっちゃったみたいに風に見れるんだけども、今回のこの青が散るに関しては、良平は夏子の逆の告白に対してイエスっていう風に答えることができたけども、それをしなかった、それをしないことを選んだ、いう風にやっぱり僕はね、見えてしまうんですね。ここはね、本当人それぞれの見え方かなって思うので、ぜひですね、いろんな解釈があると思うんで、いろいろとコメント欄で教えてもらえればなと思います。はい。ちょっとですね、長々と語っちゃいましたけども、やっぱりその青春っていうのはいろんな要素があるわけですけども、一つ言えるのは、何か自分が熱中しているものがあったら、ぜひね、それに青春を捧げてほしいっていうふうに思います。それがね、結果的には自分の己の器、己の限界を知ることにつながって、それがですね、青春のすごい、めちゃめちゃ大きい贈り物っていうか宝物になるはずなので、ぜひ大学生とか高校生の人は、青春捧げてほしいなと。あとはですね、その青春が終わった人っていうか、大人の人が読んでもいいなって思えるのが、
決してね、この本を読んだからといって、学生時代を思い出して、もっとこうしとけばよかったなっていう風になるようなね、一冊じゃなくてね、自分が捧げてきた青春っていうのが間違いじゃなかったなっていう風に、気づける一冊かなって思うので、本当にね、後悔を生むような一冊じゃないんですね。青春を捧げて正解だったっていう風に思えるような一冊なのでね、ぜひ青春が終わった大人の人にとってもですね、いい一冊になるかなって思うので、ぜひ読んでみてほしいなと思います。はい、それでですね、今回は、宮本照さんの青が散るを紹介させていただきました。大学生とか、今ね、青春を謳歌している人にはぜひ読んでもらいたい。バイブル、僕がね、バイブルとして勧める一冊なので、ぜひね、読んでみてほしいなと思います。はい、それでですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。